皆さん、こんにちは。まなみです。今回はケイトから新しく発売された下地ファンデーション、マスカラ、アイライナーをレビューしていこうと思います。こんな感じでたくさん購入したんですが、まずはファンデーションの商品説明から読んでいきます。メモを取っているので携帯を見ながらお話ししていきたいんですけど、ジュレリープリキッドファンデーションSPF30 PA2 プラスで6色展開なんですが、私は03番を購入しました。ちょっと色味の黄身とかが強かったので2番でも良かったかなと思っているところなんですけれども、とりあえずこちらの商品はですね、私がこの商品で一番特徴的だなって思った説明が、ムーンライトパールを配合していてギラギラしない滑らかで上質なツヤと書いてあるんですけど、本当にその通りで、私は特に毛穴が開いている肌質なので、ツヤツヤギラギラみたいな感じにしてしまうと毛穴がかなり強調されて見えてしまうんですね。なんですけど、これは私の好きなセミツヤくらいの仕上がりで、いい感じのツヤなのが特徴だなと思います。あと、薄膜ラッピングジュレがみずみずしく伸び広がりフィット、一日中テカりにくく崩れにくい生ツヤ持続美容液リキッドファンデーションということで、10時間の色持ち粉っぽさのない仕上がりが持続して、ジュレリンク技術、ジュレがネットワークを形成して滑らかな塗膜となって密着してくれるそうなんですが、その技術が搭載されていて、あと潤い成分を配合していたり、アレルギーテストとノンコメドジェニックテスト済みの商品です。ツヤ仕上がりだけどテカりにくいっていう商品です。で、次がこちらのジュレリーププライマー SPF50 プラス PA4 プラスで、以前ベージュをレビューしたことがありますが、今回新色でピンクとグリーンが発売されました。これも先ほどお伝えしたジュレリンク技術が搭載されていて、ムーンライトパール配合で潤い成分も入っていますし、アレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト済み、テカリよりに強いと書いてあります。ほぼファンデーションと同じような説明ですね。次がこちらのジュレリープパウダーで、グローホワイトとグローベージュの2色展開なんですけど、カラーがついているものもあって、ピンクとブルーもあります。これもムーンライトパールや潤い成分配合でアレルギーテスト、ノンコメドジェニックテスト済みです。塗った感じはシルキーになるようなパウダーだったので、ツヤを消したくない方におすすめのパウダーです。このマスカラなんですけど、涙の縦マスカラロングとボリュームの2種類を購入して、両方とも2色展開でブラックとブラウンがあったんですけど、私はどちらもブラウンを購入しました。どちらも号泣からも守る、泣いてもこすっても皮脂が出てもにじみにくい、一日中仕上がりキープということで、カールキープとウォータープルーフで、まつげ補正成分なども配合されているそうです。で、最後、こちらはですね、涙の剣ライナーで、号泣と戦う耐久リキッドライナー。泣いてもこすっても、皮脂が出てもにじみにくい、一日中濃密ラインキープということで、これもウォータープルーフで、あとスマッチプルーフなんですが、お湯で簡単オフと書いてあります。ということで、実際に塗ってるところをご覧いただくんですけど、最近肌の調子が不安定なので、角栓のケアとかができていなくて、この下地を塗ったらザラつきが目立ってしまったので、塗り直しをしたりとかして、1日目に検証しようと思ったんですが、うまく撮影できなかったので、2日かけて撮影をしたんですが、本当はこの下地とファンデーションで検証したかったんですけど、うまくいかなかったので、ノブの日焼け止めとこのファンデーション合わせて使ったりして検証をしております。ということで早速レビューの方をご覧いただきますが、毛穴ニキビをアップでお見せしていきますので、苦手な方はご注意ください。下地から塗っていこうと思います。ちゃんとよく振って、こんな感じの色なんですが、これを全顔に塗っていきます。それでは塗っていきます。今日の肌の状態なんですが、ブツブツしていて赤くてかゆいんですよ。また肌荒れの前兆かっていう感じで怖いんですが、スケジュール的に撮影できる日数があまりなくて、今日撮影しないといけないなと思って塗っていきます。で、日焼け止めは今日は塗らずに下地から塗っていきますね。こちら側はブラシで塗っていこうかな。今スパチュラで伸ばしてしまいましたが、ブラシを使っていきます。少し明るくなる感じで、イゾラールクリームっていう皮膚科で処方していただいているものしか塗っていなくて、少しパサついているかもしれないので、塗りが若干悪いかもしれないんですけど、ファンデーションがツヤ系ということで、それでカバーしてくれるんじゃないかなと祈りながら塗っていきます。で、この下地は少しトーンアップしながら赤みをカバーしてくれる系ですね。かなり薄く塗らないと私の肌だと白浮きしてしまうかなって思います。
おでこはこんな感じで、少しこちら側にも侵略してしまっていますが、このようにトーンがかなり明るくなります。赤みも今日はひどかったので、光を下げてみるとこんな感じでカバーしてくれているんですが、もう少しこの辺りとかに重ねてもいいような気はするんですけど、ざらつきが出そうかなっていう気はするので、このまま上にファンデーションを塗ろうと思います。すごくグリーンというよりは、この明るさで赤みとかを飛ばしてくれるっていうタイプの下地ですかね。で、こちらは濡らしたスポンジで伸ばしていきます。次はファンデーションを塗っていくんですが、これも振ってから使うということで、意外とテスターで触ってみた時に色が明るく感じたんですよね。でも今塗ってみたら黄身が強いですね。色を選び間違えたかも。2番を買えばよかったかもしれません。で、ツヤは出るんですけど、意外とそんなに伸ばしやすいっていうこともない気がします。こすると少しざらついてしまいますね。こするよりはポンポン塗っていく方がいいかもしれません。左側にファンデーションを塗ってみました。塗り直すかは後で考えるとして、とりあえずこのくらいのカバー力です。今日は赤みがかなり強いので、これぐらい隠してくれているって考えると、ミディアムくらいはあるかなと思うんですけど、すごくカバー力が高いものとかと比べると全然見えているので、ミディアムぐらいですね。多めに塗ってもミディアムくらいかなと思います。毛穴落ちはないんですが、肌のざらつきを拾ってしまっていて、あまり綺麗には見えません。こちらを濡らしたスポンジで塗ってみます。ブラシで塗るよりはこちらの方が綺麗ですね。結構ざらついてるので一度落としてもう一度塗り直そうと思います。薬だけだとスキンケアが十分ではないなって思ったので、クリームも塗ってこようかなと思います。今撮影できていなかった気がするんですが、ノブの日焼け止めを塗りました。こちら UV ミルク EX SPF32 PA3 プラスです。少しトーンアップする感じで、そんなに白きというほどではないんですけれども、トーンが白くなっているのがわかるかなと思います。で、今から使うこのファンデーションの色味が黄身が強いので、明るくなるものと合わせた方がいいなということで、ノブの日焼け止めを使っています。スパチュラと濡らしたスポンジで塗っていきます。昨日はおそらく下地のおかげで一日中ツヤ感は保たれたままそこまでテカることなく過ごせたんですね。このツヤ感という点で言うと一日中綺麗でした。でもやっぱり時間が経つにつれてどんどんざらつきが増していってしまったので、下地との相性が私の肌とはダメだったのか、あまり綺麗ではなかったので、今日期待しております。結構綺麗に塗れています。やはり最近も肌が敏感すぎて、今も実は痒いんですけれども、スキンケアを全然試せていなくて、クリームしか塗っていなかったりしたので、水分不足なんですよね。なのでパサついたりしてしまうということで、新しい美容液を買ってみたんですけれども、荒れないことを祈りながら使おうかなと思っております。日焼け止めを塗った時のツヤとそんなに変わらないかなと思いますが、私はこういう系のツヤが好きで、油分でかなりテカって見えるようなツヤではなくて、ピタッと密着した上での
ツヤみたいなのが好きなんですよ。ツヤなので毛穴は普通にこのように見えてしまうんですけど、後でパウダーをしていきます。昨日よりザラつきが見えていないので嬉しいんですが、時間が経過したらどうなるんだろうっていう心配があるんですけど、パウダーをして持続力も見ていきますね。反対もささっと塗っていきます。で、本日は外出してしまうので5時間後が取れなくて、いきなり10時間後の経過になってしまうと思います。家に帰ってくるのが夜なので撮影ができないんですがご了承ください。全顔に塗ってみました。おでこはこんな感じで、このくらいのツヤです。綺麗ですよね。で、こちら側は昨日もザラついてしまったんですけど、それよりはマシなんですが、やっぱりザラつく部分があります。もうちょっと潤う系の下地を使えればいいんですけど、肌が敏感なので、ノブの日焼け止めだけを使いましたが、昨日よりはマシです。毛穴落ちも今のところないです。よれもそこまで目立つほどのものはないんですが、やっぱりこの辺りなんですよね。ちょっとよれてしまうんですけど、人と対面する距離だったら全然わからないかなと思います。で、赤みはこちらの肌の方が赤みが強いので、比べてみるとカバー力が低く感じるかもしれないんですけれども、カバーはされてるけどナチュラルめっていう印象です。後でパウダーを塗ってカバーされるのかも見てみます。こちらのパウダーを塗っていきます。ちなみにブラシはこんな形の顔の形に沿うようなブラシがついています。肌当たりもいいブラシです。昨日ブラシで塗ったんですけど、そんなに綺麗に乗らないなと思ったので、パフを使っていこうと思います。本当にツヤが綺麗ですよね。テカテカしたツヤだともう毛穴が爆見えみたいな感じで、嫌だ嫌だっていう感じになるんですけど、これは綺麗だなぁと思って。これで画質もできるかもって思ったくらい、ちゃんと密着してくれる系のツヤです。はい、ということで、パウダーを塗っていきます。で、このパウダーは意外とそんなにしっとりしている感じでもなく、触るとなんかザラッとする感じの粉質で、意外とマットなんだなと思ったんですけど、ブラシで塗ると結構ツヤは残る感じで、そんなにサラッとしないんですが、パフで塗るとしっかり塗れるので、よりマットになる感じはあります。私の場合どうせテカるだろうなっていうのはあるので、結構しっかりめに塗ってちょうどいいかもしれません。とりあえず半眼だけに塗ってみますね。ツヤを残してくれる系のパウダーなので、塗るとシルキーな感じの仕上がりになります。左側にパウダーを塗りました。やっぱり触ってみてもさらっとマットっていう感じではなく少ししっとりしています。やはりブラシで塗るよりはツヤが隠れている感じはあって、昨日撮影した写真を今載せようかなと思うんですけど、これはパウダーをブラシで塗った時の写真で、この時の方がまだツヤ感は残っているかなと思います。毛穴は塗っていない方よりは見えなくなりますが、すごくブラーで隠してくれるようなパウダーと比べると全然見えているかなっていう印象です。こちらもささっと塗っていきます。こちらはちょっとザラつきがあったりするので、それを拾ってしまうんですが、10時間後どうなるんでしょう。パウダーを全顔に塗りました。一応お見せするとこんな感じでシルキーマットみたいな肌に仕上がりました。
で、あとマスカラとアイライナーなんですけど、アイライナーは昨日使って好きだなと思ったんですが、マスカラは下がるかなっていう気がしたので、一応使っていきます。上がボリュームタイプで下がロングなんですけど、太さとあと長さも違っていて、ちゃんとボリュームタイプは太くて、ロングタイプは細くて長いっていう、持ったらわかるようにしているんですかね。こちらの2つを使っていきます。その前にアイブロウとかアイシャドウとかもしてきます。それではロングから塗っていきます。色味はこんな感じで結構しっかりめにつきます。で、繊維は入っていないんですよね。で、昨日使った感覚で言うと普通に下がってしまったので、キープ力はどうなんだろうなっていう感じなんですけど、目の下についたりとかっていうのはなかったです。で、最近はコームタイプのマスカラに慣れているので、こういうふさふさな毛のタイプで塗るのが難しいんですけど、山になりやすいところはあります。とりあえずロングがこんな感じで、ボリュームも濃いです。で、ちなみに今日はとっても眠くてあくびをしそうなので、涙とかに強いかは見れるかなと思っております。綺麗に塗るのは私のスキルでは難しいんですが、塗れました。こちらがロング、こちらがボリュームです。ロングはこちらより長くなっているかなと思うんですけど、ボリュームはすごく太さが出ているかって言われるとそうでもないかなという気はするので、あとはカルキープ力だけですね。帰ってきたら10時間後のまつげをお見せしようと思います。で、あとアイライナーなんですが、かなり細くて、あとしっかり硬さもあるので、ブレずに引けるかなと思うんですけど、最近は薄いアイライナーばかり引いているので、濃いかなという気はしますが、この細さとかは私は好きです。私の場合、濃い色だと左右差がかなり気になってしまって、やり直しをしないといけなくなることがあるんですが、薄い色だと気にならなくていいんですよね。ということでメイクが終わりましたが、今のところ気に入っているのは、ジェリーリキッドファンデーションと涙の剣ライナーです。あとは最後に10時間後の肌の様子をお伝えして、本当におすすめできるかを決めていこうと思います。ということで10時間後にお会いしましょう。こちら10時間後の動画です。予想していたよりテカらなかったんですよ。ノブの酸化塩のおかげもあるのか、ツヤタイプのファンデーションだったので、全然テカっても仕方がないかなとか思っていたんですけど、意外とテカテカではありません。で、頬を見てみると少し角栓が目立っているような気はしますが、人と対面する距離であればそんなにわからないかなと思います。近い距離だとわかるかもしれないんですけど、パッと見は綺麗です。ちょっと産毛が拾ってしまっているような気はしていて、最近顔が敏感なのでシェービングとかもできていなくて、本当にふわっとした産毛みたいなのが残ってしまっているので、それはちょっと拾っているかもしれないんですが、この辺りの白いのとかはそういうせいかなと思っています。で、私の肌だと少しザラつきが出るところは出てるかなっていうのがあるので、すっごく綺麗っていう感じでもないんですけど、でもこのぐらいのテカり方で、このよれだったら使えるなと思いました。鼻は普通にテカっています。こんな感じです。こんな感じでテカっていて、ティッシュオフすればいいかなぐらいで、ほうれい線とかもすっごくテカっているっていうわけではないので、私的には使いやすいです。なので混合肌の方で今日は少し涼しかったので、このくらいの季節だったら使えるかなっていう気がしております。姿勢肌の方はテカるだろうなっていう感想です。顎が少しいつもの乾燥肌みたいなのが気になるんですけど、すっごく目立ってしまうというほどではないかなと思います。それではティッシュオフをしてパウダーを重ねてみます。パウダーをすると少しこの辺りの毛穴が目立ってしまいました。やっぱり塗り直しはエタボスのパウダーとかの方がいいかもしれません。あれは毛穴を余計に目立たせてしまうということがないので、このパウダーだと少し毛穴落ちが目立つかなと思います。アイライナーは普通に残っ
っています。後で水とかでこすってみようかなと思っているんですけど、こんな感じで綺麗で、マスカラはこんな感じで、ボリュームの方が下がっているかなっていう気がするんですが、個人的にはすごく綺麗なまつげになるっていう感じでもないので、私は U ピンクのマスカラの方が好きです。結構水をつけた手でこすってみたんですけど、薄くはなっていますが完璧に消えるわけではなく、しかも結構こすったので、持っている方だなと思います。ということで商品一つずつのレビューをしていきたいんですけど、今回お話ししたいポイントが少ないので軽くお伝えしていきますと、まずこの下地なんですが、今肌が敏感でスキンケアを全然使えていないので、肌がザラついたりとか、あと水分不足なんですけれども、その肌に使うと、こちらの下地はザラついてしまって、あまりファンデーションのせても綺麗に乗らなかったので、今の私の肌には合わないなと思いました。みずみずしいスキンケアとかをのせてしっかりと保湿をしてからこれを塗ったら大丈夫だと思うんですけど、角栓は拾うかなという気はしたので、そんなにおすすめではないかなと思います。次はこちらのファンデーションですね。ピタッと密着するようなツヤが長時間持続してくれて、時間が経ってもテカテカにならないのが気に入りました。混合肌の方でツヤ肌がいいっていう方におすすめかなと思います。短所は今の肌だと少しだけザラつくっていうので、最近はどのファンデーションを使ってもザラつきやすいので、それも例外ではなかったっていう感じなんですが、軽めのピーリングとかをしてザラつきを取っていたら綺麗に乗るだろうなと思ったファンデーションだったので、もともと肌に角栓があまりなくて、ファンデーションが拾うことがないっていう肌質の方は、こちらの商品はとっても合うんじゃないかなと思います。あと最近また出産の症状みたいなのが戻ってきてしまって、一昨日から夕方とか夜になるともう顔が真っ赤になってほてってしまうんですけど、その炎症が出る少し前に使ったんですけど、かゆみがそこまで出なかったので、私の肌には合っているなって感じました。これはまた肌の調子が良くなって、水分系のスキンケアが使えるようになったら、使い始めたいなと思ったファンデーションです。あとパウダーはですね、ツヤを消さないようなシルキーマット肌にしてくれるので、そういった質感がお好きな方におすすめかなと思います。ただメイク直しをした時にこちらを塗ることによってさらに毛穴落ちが目立ってしまうなみたいなことはあったので、これは開き毛穴が気にならない方用かなって思いました。で、次がアイライナーです。これは個人的には使いやすくて良かったです。私はアイライナーが滲んだりとか消えたりとかあんまりしないので、これも問題なく使えましたし、あとかなり水をつけてゴシゴシこすったんですけど、残ってくれているなって感じたので、落ちにくい方だなって思いました。動画ではこう少しこすっているように見えたかもしれないんですけど、動画外ではかなりこすって、本当に力強くこすっていたので、それでも残っているのはすごいなと思います。なのでキープ力もありますし、硬さもあって引きやすいアイライナーです。マスカラは私はそんなに気に入らなかったんですけど、ロングもそんなに綺麗に仕上がるっていう感じではなくて、束感が出るようにピンセットで少しつまんで使ってみたんですが、それでもいつも使ってる U ピンクの方が綺麗に仕上がるなと思ったのと、あと私のまつげが下がりやすいから悪いんだと思うんですけど、もうずっとしっかりキープみたいな感じではなかったので、マスカラはこれじゃなくてもいいかなって思いました。あとボリュームはそこまでボリュームが出なかったんですよ。ブラシの形状的に液があんまり多くつかないタイプなのかなと思ったんですけど、目に見えてロングとの差がわかるほどボリュームが出なかったので、今回のマスカラはここまでおすすめではないかなって個人的には思いました。ということで今回おすすめだなって感じたのはやっぱりこの2つでファンデーションとアイライナーが良かったです。ただこのファンデーションでザラつきが出る方が他にもいるのかっていうのが気になるので、いらっしゃったらコメントを残していただけると嬉しいです。ということでここまでご覧くださりありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。